弁慶と牛若丸。平治の乱で平家は源氏に勝ちました。平家の敵は都からいなくなりました。平家の人々は、平家にあらずんば人にあらずと言って平家じゃない人々をひどく扱いました。それで都の人々は源氏が復活して平家を懲らしめたらいいと思っていました。その頃、比叡山延暦寺に乱暴な男がいました。名前は弁慶です。とても乱暴でしたから、延暦寺は弁慶を比叡山から追い出しました。弁慶は都へ行きました。都を歩いている平家の侍たちは、みんないい刀を刺しています。私も刀が欲しい。よし、ここを通る人たちの刀を奪いましょう。弁慶は毎晩、京都の五条大橋で通る人の刀を奪いました。弁慶はとても乱暴で、とても強かったですから、無理やり奪ったり、抵抗する侍をなぎなたで切り殺したりして、次々に刀を奪いました。だんだん五条大橋を通る人は少なくなりました。その夜も弁慶は五条大橋へ行きました。満月でした。昨日までに刀を999本奪った。あと1本で1000本だ。1000本目の刀、早く来い。橋に近づくと、笛の音が聞こえました。15歳ぐらいの少年が欄干に座って笛を吹いています。子供か。子供に用はない。しかし、よく見ると、少年は立派な刀を刺しています。いい刀だ。私の1000本目にふさわしい。弁慶は相手が子供ですから簡単だと思いました。おい、その刀を渡せ。怖い声で言いました。しかし少年はちらりと弁慶を見ただけでした。弁慶は怒りました。子供だから優しく言ったが、無視するか。では、殺して奪う。なぎなたで右から左へ大きく払いました。かわいそうに少年の体は二つに分かれて、と思いましたが、少年はひらりと飛んでなぎなたをかわしました。同時に扇をすっと投げました。扇は弁慶の眉間に当たりました。弁慶はもっと怒りました。こしゃくな！今度はなぎなたを上から下へ振り下ろしました。少年はまたひらりとかわしました。弁慶はすっかり腹が立って、なぎなたを水車のように振り回して少年を追いかけました。しかし少年は天狗のようにひらりひらりとかわします。やがて弁慶は疲れました。またなぎなたを大きく振り下ろしたとき、少年は弁慶の背中を押しました。弁慶は倒れて両手をつきました。少年はその背中に乗って言いました。どうですか？参りましたか？弁慶はすっかり驚きました。今まで戦った人の中で、あなたが一番強い。あなたは
天狗様ですか？少年は笑いました。私の勝ちですね。はい、負けました。私は、武蔵坊弁慶。あなたの名前を教えてください。少年は弁慶を起こしてあげてから言いました。私は源義朝の息子、牛若丸です。何？弁慶はもっと驚きました。源氏の若君。なるほど、普通の人じゃない。ちょうどいい。私も平家を倒したいです。どうか、今日から私を家来にしてください。弁慶は、牛若丸様の家来になって、一緒に平家と戦います。この時から、弁慶は牛若丸の一番の家来になりました。それから、牛若丸は、源義経と名前を変えて、大活躍しますが、それはまた別のお話。